済んだもん。昨日ニュースを見て声が出なかったのだ。ホワイトハウスの執務室でトランプ大統領が日本の首相の目の前で言い放ったのだ。なぜ真珠湾攻撃を事前に教えてくれなかったんだ。お前らの方が奇襲は得意だろうってなのだ。会議室が凍りついたのだ。日本の首相の前で真珠湾って言ったんですか？それってかなりまずくないですか？2026年3月19日、高市早苗首相とトランプ大統領の初めての首脳会談で起きた出来事なのだ。しかもこれ単なる失言じゃない可能性があるのだ。中東の戦争、ホルムズ海峡封鎖、そして日本のエネルギー危機という複雑な問題が全部から見合った爆弾発言なのだ。こんにちは、何を教えてもらえるんですか？この動画では3つのことを掘り下げるのだ。なぜトランプは同盟国に事前通知なしでイランを攻撃したのか。ホルムズ海峡の封鎖が日本に具体的にいくらのダメージを与えるのか。そしてこの混乱で一番得をしているのが実は習近平だという衝撃的なポーズなのだ。最後まで見てほしいのだ。まずは畏敬を抑えるのだ。2026年2月28日、米国とイスラエルがイランへの電撃的な軍事作戦を開始したのだ。 CNBC によると、作戦開始から最初の2日間だけでイランが持つ軍事能力の 50% を無力化したとトランプは述べているのだ。歴史的な規模の空爆作戦なのだ。イランの軍事力の 50% を2日で、それって本当にそんなに効いたんですか？ある前鎮のナシオン紙によると、米軍は開戦から3週間で7800以上のイラン関連目標を攻撃したと発表しているのだ。7800か、想像できない。国防長官のエグセスは、これほど近代的な軍隊がこれほど早く壊滅したことはないとまで言っているのだ。ただこれはあくまで米軍側の発表なのだ。独立した検証はまだできていないのだ。そしてイランは反撃に転じているのだ。フランスの RFI 通信によると、イランのドローンマクーエーとサウジアラビアの石油精製所を攻撃し、さらにカタールの世界最大の液化天然ガス施設にも損害を与えているのだ。カタールの LNG まで。目にハメをの連鎖が止まらないのだ。でも先輩、そもそもなんでトランプは同盟国に事前に教えなかったんですか？ NATO も日本も知らなかったって同盟の意味がないじゃないですか。そこが確信なのだ。 CNBC が伝えた3月19日の首脳会談でのこと。日本人記者がなぜ日本に事前通知しなかったのかと聞いたところ、トランプはこう答えたのだ。奇襲については誰が一番よく知っているか。なぜ真珠湾を教えてくれなかったんだ。お前らの方が俺より奇襲が好きだろうと言ったのだ。高市首相はどんな顔をしてたんですか？ CNBC によると、高市首相は深く息を吸い込み、椅子に体を引いて不安そうな表情を見せたと報じられているのだ。外交の場でこんな発言が出るというのは、日米同盟関係にいった日々を象徴していると済んだもんは見ているのだ。もっと深い問題があるのだ。トランプはホルムズ海峡の安全確保に向けて日本に協力を求めたのだ。 NATO については愚かな間違いをしていると批判した。一方でドイツのメルツ首相ハロイターに対して、戦争が続く限りホルムズ海峡の軍事的手段での航行確保には参加しないと明言しているのだ。 NATO も立ったんですか？つまり米国は今孤立しかけているのだ。少し分かりやすく整理するのだ。今の状況って学校のクラスで例えると、一番強い生徒があの子を懲らしめに行くぞと言ってクラスメートを誘ったのに、誰もいいよと言わなかった状態なのだ。でも一人でやっつけに行ったら、相手の子がドアに鍵をかけて廊下が使えなくなった、そんな感じなのだ。廊下に鍵ってホルムズ海峡の封鎖ですよね。封鎖状態が続いてるんですか？そうなのだ。ホルムズ海峡は世界の石油の約2割、LNG の約3割が通過する世界のエネルギーの陰根なのだ。世界の石油の2割が。イランはこれを事実上封鎖し、湾岸の石油施設へのドローン攻撃を続けているのだ。ニューヨーク・タイムズによると、市場を不安定にした攻撃に対してトランプはなんとか原油価格を下げようと必死なのだ。ここで一つ聞いてほしいのだ。ホルムズ海峡の封鎖が続いたら、日本のガソリン代や電気代は一体いくら上がるのか、その具体的な試算と、さらにこの戦争で一番得をしている国がどこかについて、この後深掘りするのだ。答えを知ったら驚くと思うのだ。広告前の話をまとめるのだ。2月28日にイスラエルがイランを攻撃。イランはホルムズ海峡を封鎖し、湾岸の石油施設にドローン攻撃を開始。NATO、日本など同盟国は軍事参加を拒否。3月19日、高市首相との会談でトランプが真珠湾発言。そして米国は今、孤立状態で戦争を続けているのだ。ここから日本への影響を見ていくのだ。では、これが日本にどう直撃するか。
具体的な数字で話すのだ。日本の原油輸入の約 88% は中東依存なのだ。88%、ほぼ全部じゃん。ホルムズ海峡が封鎖状態であれば、日本の石油タンカーは希望法回りと違法回りルートを取るしかなく、コストが1隻あたり 1.5 倍に膨らむのだ。ガソリン代に換算してみるのだ。原油価格が1バレル20ドル上がると、日本のレギュラーガソリンは1リットルあたり約16、18円上がると言われているのだ。月に50リットル給油する人なら月800、900円の増加、年間で早く1万円の負担増なのだ。電気代も二重苦ですね。さらに電気代も上がる。LNG 価格の高騰で家庭の月々の電気代は1500、2000円上がる計算なのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。ガソリンと電気代が両方上がったら、特に地方の車社会の人たちはきついですよね。そうなのだ。都市部はまだ電車という代替があるが、車社会の地方では完全に直撃なのだ。さらにコンビニやスーパーの物流コストも上がるから、食品や日用品の値上げも連動してくるのだ。30代の住宅ローン世代で見ると、ガソリン、電気、食品の3点セットで月に最大4000、5000円の実質的な家計負担増になる可能性があるのだ。外交面でも日本は難しい立場に置かれているのだ。トランプはホルムズ海峡への自衛隊派遣を求めているのだ。しかし高市首相は具体的な要請はないと言いつつ、日本の平和憲法の枠組みの中で何ができるかを検討中だと述べているのだ。憲法の壁がありますね。英仏独イランと日本の6カ国には適切な取り組みに貢献する用意があるという共同声明を出したが、軍事参加は拒否している状態なのだ。ずんだもん先輩、私はこれって日本が本当に試されてると思います。憲法の制約はわかるけど、世界最大の石油の引港が戦場になってん中で、検討します。だけじゃ、同盟の信頼が崩れていくんじゃないですか。日本はどう動くべきだと思いますか？鋭い問いかけなのだ。ずんだもんが率直に言うと、日本には3つの選択肢があるのだ。1つ目は NATO 諸国と足並みを揃えて軍事不参加を明確にすること。2つ目は米国に寄り添い、掃海艇などで非戦闘的支援を行うこと。3つ目は中立的な人道支援が意向に徹すること。マクロン大統領がインフラ攻撃の停戦を提案したように、独自の外交カードを使う道もあるのだ。そしてこの混乱で最も要しているのが中国なのだ。ストレーツ、タイムズ紙の分析によると、トランプは今月末に予定していた習近平との北京首脳会談を数週間延期したのだ。中国が漁夫の利を。中東の泥沼にはまったトランプが、貿易交渉で中国に弱い立場で臨む構図が生まれているのだ。国際危機グループのあり、ワイン上席顧問はこう言っているのだ。米国の力を誇示するはずだった軍事行動が、逆に米国の全能という幻想を打ち砕いた。単独でホルムズ海峡を再開できない米国は今、自ら作った危機を管理するために、最大の戦略的競争相手の助けを必要としている、とな。強烈な分析ですね。これが今の米中関係の核心なのだ。さらに深刻なのはイラン国内の変化なのだ。ソース、チャイナ、モーニング、ポストによると、最高指導者ハメネイ師の息子で後継者のムジタバがこの場に姿を現さず、声明を3党しか出していないのだ。代わりに表舞台に立っているのが、各名防衛隊指針の国会議長がリバフ、64都市なのだ。彼は SNS で、目にハメを、の対抗措置を宣言している状態なのだ。ここで冒頭に戻るのだ。トランプはなぜ真珠湾発言をしたのか、今ならより深く理解できるはずなのだ。彼は同盟国に事前通知しなかったことを正と浮かしたかった。でも使ったアナロジーが、日米関係で最も痛みを伴う歴史だったのだ。高市首相が息を飲んだのは当然なのだ。あの発言は、米国が今どれだけ外交的な配慮を打っているかを象徴していたのだ。ずんだもん先輩、この戦争、3月後に波動になっていると思いますか？正直な予測を聞かせてください。ずんだもんの見立てでは2つのシナリオがあるのだ。シナリオ A は、長期泥沼型、なのだ。イランのガリバフ体制が内部を引き締め、ゲリラ的なドローン攻撃を続ける。米国は単独で戦い続け。1、2年の長期化。この場合、原油価格は高止まりして日本への影響も続くのだ。シナリオ B は、中国仲介型。なのだ。トランプが北京に飛び、習近平の仲介で停戦合意。米国は貿易で大幅譲歩し、エネルギー危機は半年以内に沈静化、という道なのだ。ずんだもん個人としては、シナリオ B の可能性が高いと見ているのだ。トランプは、ディールが得意なのだ。
今の状況はむしろ彼が習近平に合う絶好の舞台を作っているとも言えるのだ。問題は、その代償として米国が中国に何を与えるか、なのだ。台湾問題への米国のコミットメントが弱まる可能性もゼロじゃないのだ。そこまで考えると、真珠湾発言の、うっかり、は、実は複雑な外交ゲームの一部かもしれないとずんだもんは思うのだ。あなたはどっちのシナリオになると思うのだ？長期泥沼方の A か、中国仲介方の B か、コメントで A か B だけでいいから教えてほしいのだ。1月後に答え合わせをするのだ。今日のまとめなのだ。トランプの真珠湾発言は、失言を超えて、米国外交の変質を示すサインなのだ。ホルムズ海峡の封鎖が続けば、日本の家庭は年間1万円超の負担増になる可能性があるのだ。そして最終的に絵をするのが習近平かもしれないという構図なのだ。もしこの動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をしてもらえると嬉しいのだ。次の動画では、中国のレアアース輸出規制が日本の製造業に与えるインパクトを深掘りする予定なのだ。お楽しみに、なのだ。